我々のですね、問題意識としましては、やっぱり機械学習ベースのシステムの開発っていうのは、しばしば非常にアドホックで、良くも悪くもですね、しばしば例えば Jupyter ノートブックなどでですね、ゴリゴリとコーディングをして、で、性能評価して、はい。なかなか出ないので、じゃあそのデータの、例えばオーギュメンテーションして、うんうん。じゃあ少しコードをいじって。で、それうん。は、つまり、この2つの山で言うと、どっちかというと、右側ばかり、ほとんどですね、ゴリゴリやってると。深層学習モデルのですね、訓練ですとか、評価修正をしていくということですね。ただやはりそれを我々はですね、このプロジェクトではちゃんとエンジニアリングできるようにしましょうと。例えばこの深層学習モデルは、そもそも一体何のためにあるのか。例えばプロジェクトの、例えば価値にうん照らしてうんうん。何の意味があるのか。でどういうデータを使っているのか。で、本来どれぐらいの性能が出るべきなのか。あるいは出なくてもいいのか。ということで、ちゃんとその上位のですね、プロジェクトのうんうん。要求ですとか、価値ですとか、要求ですとか、それは安全性も含めてですね、見た上で、じゃあ、深層学習モデルはこれぐらいできなくちゃいけない。で、それに基づいて、その結果、こうであるっていうふうにですね、きちんとその安全性や高信頼性も含めてですね、要求やアーキテクチャっていうのをきちんと左側の山で検討して、ああ。で、それを深層学習モデルの方に反映させうて、で、んうん。またその結果に基づいてまた左側に行ってっていうふうにですね、こういういわゆるツインピークスとして、行ったり来たりっていうのをちゃんとできるようにしましょうと。で、アスターシステムセーフティーは、これは割と使いやすいじゃないかっていうことで、うもちろんもーん。ともとね、アスターはもう散々、例えば兵学でもね、授業ではい使ったりとか、はいはい。散々使ってますんで、その慣れっていうのもあったんですけど、ということで、そのプラグインとして、実装をう始めた。んうん。そちらの方でですね、まず我々は、プラグインとして独自ですね、AI モデルキャンバス、AI プロジェクトキャンバス、それから ML キャンバスというですね、ビジネスモデルキャンバスがありまああ、はいして、はいはい。あれうん。のですね、ほぼほぼビジネスモデルキャンバスなんですけど、うんうん。それの機械学習版が世の中にいくつかありまして、我々はそれのプラグインをですね、アスタムシステムセーフティ向けにあ作りました。あ、うで、それん。からGSN などですね、要求ですとか、ゴールなどのモデリングをするということですね。で、それに基づいて、こういうゴールや要求っていうのを描いていくと、じゃあそれに基づいて、じゃあこの深層学習モデルの訓練を走らせると。で、そのプラットフォームとしては、やはりオープンソースですね、手堅いところとして、我々今 DVC を一応選んだところあ、です。これはオープンソースなんですね、DVC ってそうです、いうのは。そうです。で、うん。データバージョンコントロールってことで、もうともとん。機械学習モデルですとか、機械学習する際のその訓練ですとか、あ検証のデータなどのその半管理をしていくあ、仕はいはいはい。組みなんです。で、かつ、それだけじゃなくてですね、ワークフローの記述をして、ある種バッチファイルですね、いわばね、うん。前処理して、訓練して、評価してっていうような、バッチはいファイル的な、はいはい。そのワークフローの、手続きも書けるということで、で、へえ。割とオープンソース界隈では使われてうきているんうん。ということで、それをちょっと右側の山としては選択したと。で、それで訓練しまして、で、評価しますと、例えば画像の分類、まずは今我々絞ってるんですけど、うんうん。例えば車は車として見分けたりですとかね、あるいは歩行者はちゃんと歩行者と見分けたりですとか。そうすると、うまくいくところと当然うまくいかないところがあるわけでして、で、大事なことはですね、それに基づいて、この右側の山でひたすらゴリゴリするんではなくうんて、うんうん。ちゃんと一旦ですね、左側の世界で整理しましょうと。それはつまり、プロジェクトの価値として、こういうところが満たされてませんよねと。ゴールや要求としてはこういうことが満たされてませんよねってことを、現状は結構かなりですね、素朴な、上向きに依存関係を辿っていくって形で、うーん。要はエンド関係で結びつけてるとうんころなんですね。うん。ですから、どこかが満たされてないと、上の方も連鎖して、うんうん。満足されてないという形で、直感的にご覧になっていただきますように、その赤いところは達成されてないうんうということん。ですね。で、あとはですね、内部的にはこれメタモデルを我々作りまして、で、つまり異なるモデルの、例えばこのゴールっていうのは、例えば、キャンバス上だとここに該当するっていう紐付けの仕組みは内部的には持ってまして、うん。で、連動して、赤くなっうんている。うんうん要するにどこが満たされてないということですね。うん。うんうん。でそれに基づいて、じゃあその修正をすると。で、これは、我々深層学習のモデルの、修正の技術自体は我々が研究してるんじゃなくて、同じプロジェクトの中で、国立科学研究所ですあとか、他のチームがですね、もう作ってる仕組みがありまして、要するにニューラルネットワークを砕けていじっていくということですね。あ、ああ。はい。で、そういう仕組みを、我々は、だから、あらかじめもう用意しておいて、うん。で、じゃあ、この場合は、これセーフティーケースを使っかなセーフティーケースかなを使ってるんですが、こういう修正戦略を追加すると。で、それに基づいてですね、今度はその深層学習モデルのリペア、修正が走りますああ。と。で、そうしてまた評価してみると、
まあ当然、まあ改善される。だけど、まあ一方で改善されないところも出てきたりするわけですが。で、その結果をまた、可視化する。こういう具合にですね、まあ行ったり来たりしながら、右側の世界だけで何かゴリゴリするんではなくてですね、きちんと上位のですね、プロジェクトの価値、要求といったものにですね、照らして、今どうなっているのかときちんと吟味していく。まあ、これがやっぱり我々の目指す一つのエンジニアリングの世界というふうに、まあ、そういうふうにちょっと提案をしようと。なるほどね。で、それのですね、で、どういうじゃあモデルを扱っているのかっていう流れですけども、例えばこれ自動運転の扱っている例なんですけど、例題なんですけど、まあ、例えば街中ですとか高速道路で、速度制限のですね、道路標識の画像、機械学習、まあ、特に深層学習モデルでですね、まあ、自動分類を例題として考えていますと。そうすると街中ですと当然まあ少し30キロ制限ですとかね、まあ、そういったその低速での道路、速度制限だと。で、高速道路ですと一方100キロですとか、まあちょっとこれドイツのデータセットの関連の画像を持ってきてるんで、なんかかなり早いです。日本もそうですかね。まあまあ、それはともかくとしまして。で、まあ、じゃあこういった中で、そうするとですね、例えばいろんなトレードが出てくるわけですね。例えば街中ではうまくいくけど、高速道路ではうまくいかないですとか、まあ、じゃあそれをある程度どう両立させるのか。一方で、やはり当然高速道路の方がリスクが高いですとか、まあ、でもやっぱり街中で当然歩行者を引いてしまうかもしれないっていう当然リスクもありますと。まあ、そういうことを考えていかなくちゃいけないということですね。で、そこで、まずは一旦 AI プロジェクトキャンバスってことで、これはまあビジネスモデルキャンバスにほぼ相当するんですけど、まあ、価値提案ですとか、まあ、あとやはり AI というからにはですね、やっぱりそのデータですとか、といったところが入ってきます。で、こういう我々プラグインを作ります。ハイレベルなプロジェクトの検討ですとか、取捨選択などで、まあ、活用されているという具合です。活用され始めたって感じですかね。はい。で、ちょっとですね、我々まだまだこの辺がまだまだですね、スコープをもっとこう絞っていく必要がありまして、ここからぐっとですね、アーキテクチャ入るんですね。まあ、この辺が結構、まあ一応これは割と、確かシステムのビューかな、用いた表現でして、ですね。で、その上で、要求のところはですね、ゴールモデルとして描くという、これは確かGSN を使っています。はい。で、その上でやはりきちんとやはりこういった特に機械学習系で我々はその信頼性っていう意味では、やはりそのセーフティーが大事だということで、まあ、スタンプス SCPA、まあこれがやはり今回、アスターシステムセーフティーを利用させていただいていることの大きな要因なんですけど、ワークベンチって形入ってますよね。はいはい。はいはい。この場合のスタンプの使い方っていうのは、どんな場面はい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 。まあ、リスクの要因の特定ですとか、こういうことが起こり得るねっていう。で、そのようにしてですね、そのリスクが、まあ、特定できたとして、で、それに対して、じゃあどういうその、まあ、カウンターメジャーですとか、まあ、どういうその、まあ、対策などを取っていくのかっていうところですね。っていうところは、これどうしようかなということで、まあ、一旦今我々はそれセーフティーケース、まあ、GSN ルーベースですね。セーフティーケースっていう形で、まあ、そういう、まあ、一応論証のその枠組みを用いて、描いていくという形にしています。で、ここで当然その深層学習モデルの当然いろんなその修正の仕方があるわけでして、まあ、ここはちょっといろんな場合分けを、まあ、パターンとして用意していくことになるかなと思っています。現状はこれ割と人手で用意してるんですけど、例えばバランスの取れた深層学習モデルの修正の仕方ですとか、例えば歩行者も程よく認識するし、車も程よく認識するっていうような具合ですね。で、一方ですごくアグレッシブに、とにかく車の、あるいはこの標識のここだけなんとかもう高精度に認識するんだと。まあ、そういう修正の仕方もあります。まあ、修正というよりはチューニングといった方が、ニュアンスとしては伝わりやすいかもしれませんけども。で、そうするとですね、その結果を、また先ほどの2つの山のですね、右側の、つまりワークロパイプラインが走りまして、で、その結果をまたアスターシステムセーフティーの方に取り込むと。でそうすると、今回はこの辺が満たされました。今回はこの辺が満たされませんでしたということが出てきました。で、こういう結果に基づいて、じゃあどうするのかってことですよね。じゃあ例えばデータをじゃあちょっと改定しましょうですとか、あるいはちょっとそもそもアーキテクチャ自体見直しましょうですとか、場合によっては、この我々の取り組みの良さっていうのはこう全部つながってるってことですから、場合によってはもうちょっとそもそもの少し上位のですね、ゴールですとか、要求を少し見直した方がいいんじゃないかですとか、まあそういったエンジニアリングが単にその機械学習モデルのそのチューニングだけってことではなくてですね、ちゃんとその上位も含めてですね、辿っていけると。それがやっぱりこういうモデリングツールを使う我々としては良さだと思っています。